こんにちは、オートウエストエンドです。今回はみんな大好きオイル交換をしていきたいと思います。昨日はウォーターポンプ周りの修理がうまくいかずへこんでいましたが、ちょっとね、こういう失敗が極めて起こりにくいこういうメンテナンスをすることでちょっと気分を上げていこうと思います。はい、このオイル交換自体はちなみに7月に行いました。ちょっと上げるのが遅くなってしまいましたが、以前にもオイル交換の動画は上げていますが、少しところどころ新しいツールとかをね使っているので、また楽しんでいただけたらと思います。はい、僕はオイル交換の際はジャッキアップの代わりにこういうカースロープを使用しています。以前ね、これもね、使い方間違えましてバキバキに壊した記憶にまだ新しいそんな出来事がありました。また新しく買い直して、はい、心機一転いいツールとともにオイル交換をしようということです。こういうタイヤをつけたまま下に潜り込んで行うメンテナンスというのはこのカースロープ大変便利です。一応ね、安全第一ということで後ろに輪止めをこうかませておきまして、もう後ろにロールしないように安全策をねしっかり講じていきます。はい、そしてこちら今回使うの初めてなんですが、僕いつも段ボールを下に引いていました。今回これ何だと思いますか？これは実はシャワーカーテンを使い古したもの。僕は今カナダのバンクーバーにいるんですけども、お風呂が基本的にユニットバスでして、でトイレとバスタブの間にこんな感じでシャワーカーテンを挟んで、使っております。で半年もするともう洗っても洗っても赤カビとかね出てきてしまうので、もう捨てるわけなんですが、こんな感じで再利用、捨てる前にこういう風に下に敷けば結構いろいろオイルがね飛び散らかっても簡単にできると思って、やりました。はい、ということで 8mm のヘックスボル、ビット六角棒ですね。それでドレインプラグを緩めます。その前にエンジンルームのオイルキャップを外すことで空気の流れが良くなって、よくオイルがこんな感じで出るようになるので、上のキャップをまず外してから下のドレインプラグを外します。結構これを見ていただくと色もう黒っぽいですね。焦げ茶色という感じでしょうか。いろいろこのオイル交換がずっとこの感染症のね大流行もあって、あんまり外に出ないね方が自粛しようということで不要不急ということで、オイル交換微妙なところですが、ガレージも持っていないので外に出てね、大変な時にやるのもあれということでちょっと待っていました。そうしましたら結局この前できたんですが、数えてみると8000キロぐらいもう走ってしまっていました。理想は6000キロぐらいで変えたかったんですが、もうこのエンジンもね12年と古いので、ですがちょっとね時間が間延びしてしまったと言いますか、交換まで時間がかかってしまいました。なので結構オイルも黒く、焦げ茶色になっています。はい、ということでドレインプラグからこのガスケットですね、それを取り出して、そして新しいものに変えていきます。このオイルフィルターと一緒についてくるガスケット、それを使用するんですが、今回オイルフィルター交換は行いません。前回行いましたので次のオイル交換の時にしていきたいと思います。ただこのガスケットに関して大きさがちょっと違うんですよね。ちょっとこっちの方が幅が太いと言いますか、大は小を兼ねるということでいいのかちょっと不安ですが、現状7月の中旬下旬ぐらいですかね、オイル交換をしまして、今のところ漏れはないので大丈夫だったということなんでしょう。はい、そしてドレインプラグ、間にあるガスケットをいい感じで潰して漏れないようにしていくので、
正しいトルク値で締めていきます。今回この X5E70 のドレインプラグは25ニュートンメートルというトルク値ですので、それで締めていきます。このトルクレンチのドライブ角と差し込み角ですね、あとビットの差し込み角が違うので、ジョイントをね使って合わせてつないでいきます。はい。でカチッと音がしたら OK。はい、25ニュートンメートルで締めることができました。それではもう下での作業は終わり、あとはもう掃除だけということで、いろいろこうね散らかったものを拭いていくわけですが、このドレインパン、オイルを受けるその容器なんですが、ちょうどオイルが落ちてきた時に今ねすごい吹っ飛ばしていましたが、ドレインプラグが下に落ちないように網網で層ができているんですよね。ドレインプラグ受けのような感じで、そこに逆にオイルが勢いよく出て跳ね返ってしまって、結構今回散らかりました。なので次回逆にその網網を取ってやった方がいいのかなとも思ったりしました。はい、続いてこのブレーキクリーナー、パーツクリーナー、オイルをね全部分解して溶かしてくれる。これは僕はね、トルクレンチとブレーキパーツクリーナー、この2つが車整備のアイテムの中で2トップ一番大好きです。オイル交換はその両方をね使いますので、好きな作業のもうトップ5に入るんですけども、はい、こんな感じで綺麗にしていきます。本来ならこの下の銀色のプレート、めちゃくちゃ特に傷も汚れもなく綺麗なんですが、今回は雨の時に結構走ったんですかね。この油汚れというよりは普通に泥がもう固まってシミになっている、そういうものが結構目立ちました。そしてトルクレンチは保管するときはね、また一番最低のメモリに戻して中のスプリングを保護するというね、そういう状態にしておきます。はい、それではもうあとは上からの作業となります。これは以前紹介したずっと車に載せている緊急用の錠後なんですが、今回僕普通の大きめの錠後、それを忘れましたので、これで代用しています。これ自体、小さいのでそんなにね5リットルも6リットルも入れる場合は割と使いづらかったりもするんですが、なんとか使えたなという感じでした。はい、これはカストロールの 5W30 ですね。それを約6リットルとか 6.5 リットル入れていきます。排出された量をこの空きボトルがあればそれに入れて、でどのくらい出たかというのを見れば、その入れる量もだいたい見当がつくんですが、今までやってきた中でだいたい 6.5 リットルぐらい入れるとオイル値がちょうどいい感じになるので、今回もそうだろうということで、一旦6リットルぐらい入れた時点でまたオイル量をチェックして、そこから微調整をしていきます。ちなみにこの錠後はたまたまちょうどこの細くなっている手前に網網があるんですね。なのでこの上の容器の線をしてあったアルミのような線が落ちても受け止めてくれるので、これ割と好きです。ただ僕の持っている普通の錠後はね、そのまま素通りしていってしまうので、これ皆さんうまいことどうやって剥がされているんでしょうか。僕はいつもこれ破るときに中に落ちちゃうんじゃないかと思って、いつもねヒヤヒヤしながらやっておりますが、はい、ということで6リットルぐらい入ったので、一旦オイル量を見てみます。一旦この最初に取ったものはいろいろね跳ねたりしているということで拭き取って、もう一回入れて見てみます。はい、で少しもう少しね入りそうだったので、ちょっと追加をしております。僕のこの X5 は結構オイル漏れというかオイル下がりが
あるようです。バルブステムシールというね、上のゴムのパーツがちょっと劣化して、おそらくシリンダー内にオイルが下がってきてしまっていると思います。それでおそらくそれ燃やされて、で後ろに排気ガスとして出されてしまっていると思うんですが、それによって結構オイルが減っている感があるので、ちょっとまめにオイル量はチェックをしております。今回はおそらくそのオイル添加剤といいますか、オイルの漏れを止める、そういったものを、入れてはいるんですが、今回確か動画には撮っていませんでした。ちょっと撮り忘れてしまいましたが、それで様子を見ております。今後オイル交換のタイミングで入れたオイルの漏れ修理剤を入れた量と走った距離というのを確認して、どのくらいのペースでいるというの減っているというのをデータに取っていきたいと思いますので、またご報告させていただきます。はい、ということで、こちらはドレインパンですね。落ちた油オイルを受けて、それを空きボトルにまた入れ替えております。そしてこれシャワーカーテン、使い古したものなんですが、こうやってね片付けるとめちゃくちゃ楽だったので、もしご自宅のねガレージとか汚したくないという方は、こういうものシャワーカーテン使い古したのももしあれば便利だと思いました。はい、ということで、もうなんかいろいろ知らず知らずのうちに GoPro のそのカメラの部分触ったんでしょうね、油で。もうその映像がね油まみれでだいぶぼやけておりますが、無事オイル交換、オイルを継ぎ足せたということで、一旦このカースロープから降ります。そしてまだ実はこれで終わりではなくて、でこの後オイルがずっとエンジン内を循環していきます。でしばらく5分ぐらいですかね、回した後また再度チェックをしていきます。そのエンジン止めた直後と、そしてしばらく経った後でオイル量違うんですが、一旦ここで再度確認して、大丈夫であれば運転をして、そしてまた次の日にね再度確認するというのが、安全でいいと思います。というわけで、昨日の修理失敗に引き続き、またスムーズにねメンテナンスできる動画を見ると、自分としてもなんか少し癒されましたということで、今回の動画参考になったという方はいいねボタンを、こういったメンテナンス動画また見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。